レビスのホビールームにようこそ。このチャンネルではバーチャル黒ギャルミニチュアドラゴン漫画家 YouTuber のレビスちゃん先生がみんなとやばい趣味の世界を一緒に楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと久しぶりの動画です。何をしてたのって仕事をしてたんですけど、ちょっと追い込みや締め切りが厳しくて、危うく3日 VTuber になっちゃった頃でしたね。またね、こうやって執筆の合間に動画活動も楽しくやっていきたいと思ってます。さて、今日お話ししたいのは 3D プリンターを買って良かったこと。特にミニチュアをいっぱい使って TRPG やミニチュアゲームを遊ぶレビスちゃん先生みたいなアナログゲーマーとして良かったことっていうのをベスト5という形にまとめて皆さんにお話ししていきたいと思いますよ。では早速第5位。新作のリリース速度が凄まじい無数のメーカーから毎月届くお得なミニチュアセット。ミニチュアの新作リリースがすごいといえばミニチュアゲーム界の王道ゲームズワークショップ社のウォーハンマーシリーズなんかもすごいんですけど、今や 3D プリンターミニチュア業界は百花繚乱。ものすごい数のメーカーが毎月大量のミニチュアセットのデータをリリースしてるんです。レビスちゃん先生が主に利用しているプラットフォームは月額会員制のクリエイター支援サイトペイトレオンと、あとは単品販売が主のストアマイミニファクトリーっていうところです。ペイトレオンでは毎月10ドルくらいのサブスクリプションで月ごとに新作ミニチュアセットを届けてくれるインディーズメーカーがたくさんあります。比較的力のあるメーカーでは今月はダークエルフ、今月は氷巨人と雪山のモンスターセットみたいに月ごとのテーマを決めてセットを送ってくれるところも多いですね。小規模なメーカーだとざっくばらんにできたものを詰め合わせで送ってくれるようなところもあります。マイミニファクトリーは普通のデータ販売サイトなのでペイトレオンで手に入れ損ねたものを買ったり、これ一つだけ欲しいからサブスクリプションするほどじゃないなーっていう時に単品買いしたりするのに使います。ペイトレオンでマイミニファクトリーの割引コードを配布したりするメーカーも多いので、それぞれ2つのサイトは連携してる感じですね。とっても嬉しい環境なんですけど、お得すぎて財布の紐が緩みがち。今月どれくらいたくさんのメーカーを支援しようなんて悩むこともあるので、使いすぎには気をつけようねということで5位にしてみました。続いて第4位。場所を取らずに無限に詰める。ミニチュアホビーは楽しい趣味ですけど、とにかく積んでしまいがちです。時期を逃すと品薄になったり絶版してしまったりするものも多いので、レビスちゃん先生の場合もついつい抑えておこうかなーって買って結局積んだりしちゃいますね。でも 3D プリンター用ミニチュアの場合、データだから場所を取らない、ほぼ無限に詰めるんです。これはありがたいですよね。実際ミニチュアがたっぷり入ったボードゲームをキックスターターとかで手に入れても、その中のお気に入りの数体しか塗ってないなんてことがしばしばあります。だから 3D プリンター用のミニチュアでまずデータで全部揃えておいて、必要なものだけ必要な時に作ればいいという安心感、これはいいですね。とっても合ってます。ただいくらでも詰めるっていうのは良し悪しでもあります。見てください。レビスちゃん先生のこのコレクション用フォルダ、やばい。正直どこに何があったかわかんないよってなって嬉しい悲鳴を上げちゃうくらいです。データであっても整理整頓は必要ですよねということで、この喜びは4位にしてみました。続いて第3位。予備の確保や絶版を気にせずどんどん作れる。限定版のミニチュアを手に入れたけどもったいなくて作れない。
ましてや改造のパーツに使うなんてとんでもない。そんな経験はありませんか？ 3D プリンターで出力するミニチュアならそんな心配は無用。だって必要なだけ作ればいいんですから。ペイトリオン支援者限定のちょっと珍しいミニチュアとかだって余分に出力すればコンバージョンの素材、改造の素材にも使えちゃいます。これはとってもいいですね。続いて第2位。ベースの確保や調整が楽。選択肢も多い。ベース。ミニチュアの土台になる部分ですね。情景が造形されている豪華なベース。ベースはミニチュアの脇役だけど、ミニチュアを引き立ててくれる結構重要なパーツですよね。これまでたくさんのメーカーからいろんな情景ベースが発売されてきましたけれど、レビスちゃん先生の場合、使うとき結構ためらってしまいます。10種類あるうちの一つ、これ使っていいかな、後でもっと似合うミニチュアがないかなとか、思ったより情景ベース使うモデル多いな、足りなくなってきたから買い足そうかな、でも意外と情景付きのベースって高いんだよな。そんな悩みが 3D プリンターの導入で一気に吹き飛びました。無料配布のベースから手の込んだ有料販売のベースまで、とにかく種類が豊富。しかも必要なだけ自分で出力すればいいから、さっきまで挙げたような悩みも無縁です。地味なようで意外な嬉しさ、快適さというわけで2位にしてみました。さて、アナログゲーマーに知ってほしい 3D プリンターを買ってよかったこと第1位は、ミニチュアのサイズを自由に調整できるです。そんなことと思うかもしれませんが、いやー、これ意外とね、悩みの種なんですよね。特にダンジョンズ&ドラゴンズで多いんですけれど、良いミニチュアなのに設定よりちょっと小さいなーとか、版が新しくなったらサイズが変わっちゃって今までのミニチュアが使いづらくなっちゃったとか、とにかく長年悩まされてきた問題だったんです。例えば D&D の巨人たち、3版から4版までは大型サイズだったんですが、5版で超大型サイズに変わったモンスターです。で、例えばこのモデル、キャストンプレイというメーカーのかっこいい炎巨人、これが配布されている元のデータだと大型サイズくらいなんですね。物理的なミニチュアだったらサイズが合わないな、どうしようかなと悩むところですが、 3D プリンターであればサイズを自由に拡大縮小して出力することができるんです。というわけでサイズを 2.5 倍して超大型の巨人、その中でもさらに重要人物っていう感じのミニチュアに仕上げることができました。いやー、これ嬉しいですね。逆に結構多いのが子供や少年少女のミニチュアなのに妙にでかいみたいな例です。もちろん 3D プリンターのミニチュアだと縮小も可能ですから、このミニチュアカエル人間グリップリの少女とかは縮小して一層可愛らしいミニチュアに仕上げてあげたいなと思ってます。とってもちっちゃいです。ここまで紹介してきた2位までの要素は、お金や時間をいっぱいかければ物理的なミニチュアコレクションでもね、解決できるものかもしれないんですけど、この自由なサイズ変更っていうのは 3D プリンティングのミニチュアじゃないと無理ならではのものということで1位にしてみました。いかがでしたでしょうか。 3D プリンター欲しくなったっていうポイントはありましたか？正直まだまだお手軽な家電とは言えないアイテムで
メンテナンスや学習も大変な品ではあるんですが、その辺も含めて楽しめそうな趣味人さんにはとってもおすすめの世界です。3D プリンティングのミニチュアには個性的な一品や面白い珍品もいっぱいあるので、その辺もまた動画でご紹介できたらいいかなとも思ってます。というわけで、これからもレビスちゃん先生とやばい趣味の世界を一緒に楽しんでいくために、よかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。またねー。